探してた光の粒届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、見つけた星座の名前、なんだったかな、思い出せない。いつも横で答えてくれた。声が頭の中に響く。君のいない夜はずいぶん長くて、このままもう朝が来ないんじゃないかって思う。何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。空の青流れる雲、こんなに綺麗だったかな。散らばった記憶のかけら、少しずつ紡いでゆく。君のいない今日がまた始まってく。このままもう時が止まってくれないか。何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて、流れる時に抗ってる。これが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。月明かり揺らめく影、探してた光の粒届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、
まもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのにはい、こんばんは。グランゼーラの集い2024にお越しいただきありがとうございます。この番組は、もうダメ出し出てます。すいませんね。この番組はゲーム会社グランゼーラの日々の活動や開発の遅延状況をご報告する番組です。私は進行のグランゼーラ制作責任者の九条です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。ありがとうございます。はい。無事で、そうですね、ちょっと1月配信できなかったんですけど、で、ちょっとね、1月1日に大きな地震が、私たちの活動している石川県の、能登半島を中心にあったんですけど、ちょっとご心配をおかけしてるんですけど、私たちの会社そのものは、そこからかなり離れてますんで、私もちょっと1月1日ね、ちょうど金沢のスタジオで仕事してたんですけど、物はいくつか倒れたんですけど、その心配していただくような状況ではないので、ちょっとご心配をおかけしましたけど、ちょっとスタッフの中にはね、ちょっと家が断水っていう人はいたんですけど、その点、ご心配なく、すいませんね、ありがとうございます。ATF さん、ありがとうございます。はい。はい、すいませんね。だからちょっと2ヶ月ぶり、今年初めての配信なんで、上がってますけどね。段取りよくやっていこうと思います。皆さんも飲み物を飲みながら、明日から3連休なんですね。はい。旅行とか行くんですかね、皆さん。はい。HRT 音ゲー現レトロゲーマーさん。すいませんね、ありがとうございます。はい。恩返しできるようになりました。いや逆ですけど、僕らが助けてもらってるんで、はい。唐揚げ弁当食さん、ありがとうございます。いや、もうそんなのあんま心配しないでください。逆に、ちょっと申し訳ないですよ。石川県の方に、支援していただいた方がいいかもしれないですね。私たちもマイペースにやってますんで、はい。はい、ありがとう。こういう時こそ絶対として宣伝しましょう。それはね、僕らも別に、なんていうのかな。後ろめたいって思ってないんで、別に普通にゲーム、絶対都市自体は差異があっても販売するんですけどね。ちょっと宣伝するっていうのは、ちょっとやりにくいですよね。バンピートロット続編。はい。ちょっと待って、EX、なんていうかな。X さんとちょっと読み切れてます。はい。無事で何よりです。ありがとうございます。ライトさん、いつもありがとうございます。2回分です。すいませんね。ありがとうございます。藤崎さんもいつもありがとうございます。お見舞いを兼ねて。お見舞い大丈夫です。本当に。お見舞い大丈夫ですよ。はい。でもね、ちょっとあんまりね、災害のことに触れんとってくれってね、番組のディレクターに言われてるんですけどね、漁港
漁港が使えなくなったっていうのは僕も結構ショックですよね。もちろん亡くなった方もいらっしゃるんで、その災害の怖さとかやりきれなさっていうのはやっぱ感じるんですけど、で僕は漁港、港が好きで、漁港の写真を撮って回るのが好きで、能登半島ってよく行ってたんで、だから海底が隆起しちゃってっていうのはこうショックですね。はい。はい、ありがとうございます。では、皆さんも飲み物飲みながらやってくださいね。僕ちょっとね、歯抜けそうでね、ちょっといつも以上に滑舌悪いんですけど、気にしないでください。なんか、配信中に抜けるんちゃうかなと思って気にしてるんですけど。はい。ほんで、喘息も出て、まあ、ちょっとね、20、30、喘息も出て、ちょっと声枯れてたら、ちょっと咳しすぎでかなと思いますんで。笹さん、ありがとうございます。乾杯だと思って回してもらって。すみません、ちょっとあんまりそういうの気使わなくていいですよ。本当です。はい。では、今日の番組の内容です。はい。ゲームの最新情報と活動報告とガーンって目打ってますけどね。ここで、最初の言い訳ですけど、今日あんまり情報ないんです。R タイプタクティクス12コスモスと、イボルブド。コスモスはね、ちょっと12月にちょっと出して、開発はね、すんごい速度で進めてるんですけど、何分ちょっとジャンルがジャンルで、ちょっとお見せできるものが限られてるので、っていう中で、ちょっとこういう情報を皆さんにお届けしたいというものを用意しました。で、ファイナル2イボルブドは、ちょっともっと情報がなくて、来月情報がありますっていう情報です。言ってしまってますけど。で、質問と、告知がないんですか？告知はゲーム情報や質問コーナーに紛れ込ましてる。恐ろしいですね。告知ってくくってないんだ。紛れ込ましてるんや。ステマじゃないですか、そうやって。いいんですか？はい。はい。では、最初のコーナー、R タイプタクティクス。はい。2月号ね。2月号になっててよかったです。本当に。1月号ってやったらどうしようかなと思いました。で、ここもう早速ですけどね、先ほどあまり情報がなくて、見せれる形で。で、今日何持ってきたかというとですね、R タイプタクティクスっていうのは、SF シミュレーションゲームを今作ってるんですけど、これはタクティクスっていうのとタクティクス2っていう2つのゲームがあって、それを今最新の技術で作るっていうのと、それに加えて追加エピソードを今足してるんですけど、R タイプタクティクス2っていうのが今から15年ぐらい前に出た時にね、ダウンロードコンテンツとしてユニットを追加しますって言ってたんですけど、それね、おそらくね、配信できずじまいで終わってるんじゃないかなと思いまして、で、今回はその R タイプタクティクス2で配信予定だったダウンロードコンテンツユニットが、本作ではちゃんと使えますというお話をします。では最初のこれはベリーシリーズですね。左がキウイベリーという、R タイプファイナルにも出てきてる、なぜか R タイプの中で戦車のプレイヤー機体っていうことで出してるんですけど、それの、亜種というか強化版として、左から、キウイベリーでしょ。で、クランベリー、ブルーベリー、ブラックベリー、ベリーベリーっていう、ちょっと早口言葉みたいですけど、こういう戦車のシリーズが、本作には入ってます。はい。こいつらファイナル3にも持ってきてよ。持ってきてもいいんですけどね。系統図にこの先ずっとね、並べるのできるんですけど。そうですね。そういうのは、ただね、これ、ファイナル3だとファイナル2とか3だと普通に色変えたらこうなっちゃうんで、あんまりこの機体を出してもですね、結局同じになっちゃうというのもあって、はい。ですね。じゃあ次、いいですかね。これ、工作機。腐れ工作機3。
腐れ工作機とか腐れ補給機って出てくるんですよ。バイド側の補給機とか工作機ね。でね、腐れって書いてあるのはね、開発中にみんながそう呼んでて、そのまま製品に入れちゃったっていう。なんて呼ぶって、最初バイド補給機とか言ってたんですけど、なんかビジュアルの話してる時に、いや、もっと汚そうにしてほしいとかって、もっと腐ってる感じとか言ってたら、そのまま名前になってしまったんですけど、これバイド側の工作機の強化版のさらに強化版で、どういう特徴があるかというと、ユニットを修理したり、資源を採掘できる機能は、腐れ工作機と工作機2にあるんですけど、これね、移動速度が3、他のは移動速度2なんで、すごく早く進めるんですよ。でこれ結構地味に便利だったりするので、これが今回は使えると、なってます。で、次。これはね、ゲインズ2回。正式名称をちょっと忘れちゃいましたね。ゲインズ2回っていう。ゲインズっていうのがバイド側のメカユニットなんですけど、ゲインズ2っていうのがその陽電子砲っていう、大きなチャージ武器を持ってるんですけど、それの強化版っていう位置づけですね。開発はね、ゲインズ5ってか、ゲインズ5って言ってたんですけど、正式名称がちゃんとついてまして、僕もこの間、知ったというか思い出したんですが、これゲインズ2回っていう名前なんだと思って。これのスペックはあえて言いませんけどね、本当にこれのままでいいんかっていう驚愕のスペックでしたね。これちょっとゲームにならないんじゃないかなと思ってたりするので、ちょっとどうしようかなと思ってますね。で、次が、これゲインズ3回ですね。開発の名前は、ゲインズ4ですね。でね、R タイプタクティクス2でね、ゲインズ3がすごく評判悪くて、開発中の社内でもね、みんな騙されたって。ゲインズ1でしょ？ゲインズ2って、その要するに、長射程の強力なチャージ武器があるユニットで、みんなもうバイドになったらこれしかないぜって量産しまくってたんですけど、でゲインズ3っていうのを僕、こう開発できるようにしてたんですけど、みんなうわーって言って怒ってましたね。これチャージ武器がなくなってて、接近専用のユニットなんですね。なので結構評判悪かったんですけど、ゲインズのいいとこないじゃないかっていう話だったんですけど、ちょっとそれに懲りずですね、ゲインズ3回で、これね、何かっていうとね、エクリプスと同じで加速機能がついてます。だから一時的に燃費が悪くなるけども、すごく速度が上がる。で、びっくりするぐらい離れたとこからやってきて、エクスカリバーっていう武器で攻撃するという機能なんで、これはかなり面白いんじゃないかなと思ってますね。ゲインズ3好きだった。ありがとうございます。いい人ですね。ありがとう。むずきさんありがとうございます。非常にいい人だと思います。気に入ってたですよ、僕、ゲインズ3。ただね、社内でね、もうむちゃくちゃ言われたですよ、開発スタッフ。何これとか言って。もう絶対復活させようと思って入れてます。そして最後がこれですね。ちょっと今日ブログにも上げたんですけど、ナーストレンド級ヒートマンさん、ありがとうございます。ゲインズ、ありがとうございます。このナーストレンド級っていう駆逐艦なんで、ニーズヘック級とかっていうのは亜空間バスターっていうのがついてて、亜空間にいる R9C とか AC とかを攻撃できるっていうミサイルとかたくさんついてて、でそれの3番目の艦ですね、間にもう1隻あって、でこれは他のユニット3機搭載することができて、なんとねバルムンクが撃てるという
僕もその十何年前に作った時にそういう仕様にしてたんですけど、そうそう、アクーカンバスター2とバルムンクが打てます。もうこれはむちゃくちゃ楽しいですよ。はい。大丈夫なんかなって思いましたけどね。でもまあこのユニットの売りはまあそういうとこなんで。でね、まあ前作はダウンロードコンテンツとして配信する予定だったんですけど、ちょっと今回はね、そこはね、ちょっとまだ最後の詰めをしてるとこですね。通常のユニット開発で作れるようにした方がいいかなと思ってる部分もあって、ちょっと DLC にするか、ゲームのフローの中で作るようにするかは、ちょっと今の時点では未確定なんですけど、まあこれ、以前からDLC のユニットは使えるんですかっていう質問いただいてたんで、まあ、今回ちょっとこういう情報しかないんですけど、ご覧いただきました。はい。そうなんですよね。で、まあタクティクス、そうですよね。人と戦うのが面白いゲームなんで、まあまあちょっとそこら辺も今ちょっとルールのその対戦のルールとかもなかなかちょっと前作のままじゃ済まないところの仕様とかが結構今入ってきてたりするんで、またそこも確定したらいち早くこの番組でお伝えします。はい。まあこんな感じでですね、まあ、今回ちょっと限られた情報なんですけど、順次情報公開していきますのでよろしくお願いします。ラグナロック、そうですね。そうですね。はい。はい。では次は、はい。R タイプファイナル2、3イボルブド。これあれかもしれないですね。R タイプファイナル2とか3イボルブドのことあまり知らなくて、パッとこのライブ配信に来られた人、これ何のことか分かんないかもしれないですね。2月3日みたいに見えるかもしれない。これR タイプファイナル2というのと、それのアップグレードした R タイプファイナル3っていうのと R タイプ3イボルブドっていうゲームをまあ横着してこうやってうちのディレクターが書いてる。そんなこと言わないでくださいよ。なんてこと言うんですか。はい。じゃあ、これはね、みんな怒ると思うな。このフリップめくったら。これすごくないですか。来月のグランゼラの津題で情報を出しますっていうフリップなんですよ。みんな怒っていいですよ。申し訳ないです。今ちょっと準備はしてるんですけど、すごい歯切れ悪いですね、僕ね、もしかして。ちょっとね、入れれるか入れれないかギリギリのものが結構ありまして、3月だともう提出してるんで、確定してるんですね。これが入ってるって。これはちょっと4月には間に合わないっていうのが確定してるんです。まあその次6月とかって予定してるんですけど。なので、ちょっと確定してないことはちょっと言わないようにっていう釘を刺されてまして、まあちょっとこうそろっと確定、今の時点ではっきりしてるのだけポコッと入れてる状態ですね。はい、ちょっと今日これ以上は言わないようにって言われてますんで、まあ左はタクティクスのクラウドファンディングでご支援いただいた方向けのプレイヤー機体2つのうちの1つですね。はい、で右はマイルームの模様替え機能です。ちょっとすいませんね、ちょっとシューティングの部分じゃなくて申し訳ないですけど、はい、まあこんな感じで部屋の様子を、まあここの機能をみんなが望んでるともあまり思えないんですけど、もともとちょっとこれ作った時からいろいろ模様替えしたかったんで、ちょっと暗いなこれ。夜ですね、外が星空になってるんで、まあ、こういう SF っぽい床とか天井にもできます。天井はないのか。床とか壁にできますっていう機能です。まあちょっと地味な機能なんですけど、これはこれでやると愛着湧くかなと思いますんで。はい。じゃあ戻してください。
こんな感じでちょっとアップデートの準備自体はしてますので、今までいただいてるご意見とかね、あとね、ここで言わんでもいいかな。そうですね。また後で言いますけどね。っていうか、いいか言っても、僕、イメージファイトっていうシューティングゲームの実況動画してるんですけど、いろいろな成り行きで、あの時にね、イメージファイトに対してね、速度4段階荒いんちゃうかとか言って、間にしたいなって思ったんですよ。思ったんですけど、よく考えたら、それ、ファイナル2もそうじゃねえって思い出して、7段階に切り替えれるようにしてますね、今ね。はい。そんなこともあったりするんで。はい。じゃあ、ちょっと、アップデートの話はすいませんけど、ちょっと今日ここまでなんですよ。ここまでってほとんど何もないですけど、ちょっと来月ってことにさせていただいて、で、ちょっとこの後は報告というかレポートがありまして、R タイプファイナル2とか、3イボルブドは、プラムさんがプラモデルを出していただいてたりするんですけど、他にもですね、フィギュアを結構作っていただいて、ワンダーフェスティバルとかに出していただいて、ワンフェスとかに出していただいてたりするんで、それが2月11日にワンフェスがあったんですね。はい、それのレポートをいただいてますので、この場でご報告ということで、これは2月11日だから10日ほど前に、もうこれだから終わってるんでレポートなんですけど、出展いただいた方からこれ報告いただいてるんで、この場で、はい、じゃあ最初の、はい、セブンツーゴーストさんの、ね、こういうフィギュアを、僕らとしてもすごいありがたいですね。自分たちの作ってるゲームの世界観とかプレイヤー機体作っていただいて、青の家具屋とかもかっこいいんですよ。はい。これは動画もいただいてると。じゃあちょっとその展示のブースの様子を、はい。はい。家具屋もあり、ハッピーデイズでしょ、ケルベロス。ヤーガさんありがとう。ご紹介ありがとう。すいません。ちょっと出来レース臭いんで、ちょっといいですよ。セクシーダイナマイトね、ダンタリオン。これは逆ですよ。これ僕らが載せたくてやってるんでですね。そうですね。ダックビルがやっぱりいいですよね。ありがとうございます。で、次がモデルスクワットさん。同じそのワンダーフェスティバルの出展状況。ね。カーテンコールですよ。ドミニオンズ。孫悟空。グランドフィナーレ。ね。で、そうなんですよ。孫悟空をね、いただいてしまったんですよ。それ切り替えてもらえますか。僕毎日見てますよ。これこのそばにこれちょっとこうかな。はい。もうすんごく細かくできてて、ずっと見てますね。ちょっとカメラから見切れちゃう。でもこのね、和菓子のお盆にうちのスタッフが載せてるのがね、これ実物見たらテンション上がりますよ。ワンフェス行ったらよかったと思いましたからね。イエローポットがちょっとグリーンバックのせいでグリーンポットに見えてますけど、イエローポットです。もうずっと見て。ただね、これちょっと映すとね、グランゼールはね、送らなあかんのじゃないかっていう圧力かかるかなと思って、送らなくてもいいですよ。いただいたんで、ちょっと嬉しがって、モデルスクワットさんの許可なく映してるんですよね、これね。大丈夫なんですか？すいません。はい。そうです。で、載せると、もんないかなって言ったら、これなんか普通に和菓子用のね、金つばとか載せるね、お盆なんですよ。
でもこうもうすんごいテンション上がりますよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ戻してください。こんな感じで私たちとしてもこれ作っていただけるのすごくありがたいので、ご協力できることできるだけと思ってます。で、3月にもイベントあるんですよね。はい。トレフェスね。トレジャーフェスタオンライン。これはじゃあこれからなんで読み上げると、2024年来月の3月16日から17日の16日の昼12時から日曜日17日の18時まで。変な書き方ですね、これ。土曜日の昼から日曜の夕方までぶっ通しでやるんだ。夜中も。バーチャルなんですよね。バーチャル展示なんですよね。なんですか、ビッグスクエア東1ホールってすごい、本当にお台場で降りたらありそうなホールの名前だけど、これオンラインのイベントなんですね。はい、だそうです。はい。ではこちらも出展予定の、先ほどもね、ワンフェスの時も挙げていただいたセブンツーゴーストさん、ハッピーデイズ見れます。ダンタリオンもライフホースもあります。はい。そしてミケローさんのグレースノートシューティングスターも見れます。はい。すごいよくできてますね。はい。そうですね。ホース、ディフェンシブホースの後ろ付けはやっぱ角度にしていただきたいと思ってます。はい。ありがとうございます。もう圧倒されますね。すごい僕らはね、どうしても普段デジタルのものしか作ってないんで、ちょっと実物があるものはすごくテンションが上がるっていうか、ありがたいと思ってますので、はい。締め。なので、これからも、こういう情報を取り上げていきますので、もし、出展情報とかありましたら、ぜひお寄せください。はい。ですね。はい。ありがとうございます。逆にお気遣いなく、僕らは逆にネタがない中で、非常にありがたいです。っていうのと、これやっぱり作っていただけてるのがね、やっぱ嬉しいですよね。はい。ありがとうございます。では、質問コーナー。はい。今日もたくさん質問いただきありがとうございます。ちょっと取り上げれる数に限りがありますので、関係部署に、主に私のところに、全部、情報来てますので、要望とか質問とか、こういうのを直してほしいっていうことに関しては、きちっと情報が行き渡るようにいたしますので。では、ちょっとコーヒー飲みながらで申し訳ないですけど、最初の質問を。はい。要望、R タイプファイナル2-3ボルブド、R タイプタクティクス1-2コスモス。エンディングのクレジットを非表示にする機能が欲しい。ファイナル3でもそうだけど、クレジットなしで見たい。エンディングで名前とかが出るのを消して見たいってことですね。なるほど。はいはい。そうですね。タクティクスは良さそうですけどね。ファイナル2-3は大丈夫かな？間が持つかな？クレジット出なくて。あれね、クレジット表示しながら後ろの設定もしてるんですよね。タクティクスのエンディングはもう逆にクレジットがない状態でCG のクリエイターが作ってるんですけど、間が持つんかな？ 2 とか3とかあれなくて。わかりました。これは対応はできると思いますので、そうですね。ちょっと4月のに間に合うか、その次になるかっていうのはありますけど、対応はこれはいたします。はい。いたしますって言っちゃっていいかな。いたします。
これ週明けにスタッフが見ててね、これやるんですねみたいな話になるんですけど、まあこれは大丈夫でしょう。はい。では次の質問。グランゼラ TV は出た。ゲーム実況動画アイレムコレクションボル1収録イメージファイトの実況動画公開お疲れ様でした。ありがとうございます。あれどうですかね。あれ需要あるんですかね。僕結構やりながら半信半疑でやってるんですけど、補修や宇宙も気になりますが、そうですね。実況の次回作新たな動画コンテンツの構想と決まってたら教えてほしい。そうですね。補修ステージにね行くことになってね、僕の繊維が折れてしまって、イメージファイトのね補修ステージね、20代の時にむちゃくちゃやったんですよ。日曜日ね、休日出勤中にね、その当時のアイレムのねサウンドのねヒヤさんっていうね、まあなんていうんですか、悪友っていうか、まあ先輩なんですけどね、誘ってくるんですよ。イメージファイトの補修ステージ攻略やろうぜって、日曜日休日出勤してたら。で、会社にあるイメージファイトの基板を挿して、2人で、1時間、まあ休日出勤してるんで仕事しに来てるんだけど、まあ1時間だけ集中してやろうって言ってね、補修ステージね、やりまくりましたね。だからね、ちょっとね、それを思い出したらね、ちょっと繊維がちょっと折れてしまって、でもそうなんですよ。まあいいか。まあここで言わんでもいいかな。結構ね、イメージファイトのステージいくつか作ってあるでしょ、ファイナル2で。ここでちょっと言うてもなんかもなと思うけど、イメージファイトのね3面のボスを模した敵がファイナル2にも出るんですけど、イメージファイトと違うところにちゃんとアンチありますから、なんでそんなこと今言って探してみてください。僕ね、このアンチなかったら絶対クリアできひんやんって言ったら、それはファイナル2もそうじゃないっていう、まあツッコミいただいてたりするんですけど、それはね、イメージファイトのステージ作ったプランナーも言ってましたね。こんなアンチないと無理やから作りますって言ってましたけど。はい。で、動画コンテンツは、ちょっと構想はあるんですけど、ちょっとそこはまだ言えないですけど、実況の次回作は、これ今日言っていいんですよね。そうなんですよ。イメージファイト、プレイして撮ってたのはね、去年なんで、でね、その補修ステージ行きが確定してですね、私がちょっとイメージファイトをやる機運がちょっとヒューってしぼんだんで、まあ、補修はそのうちライブでやりたいと思ってます。クリアできるまで寝れないっていうのでやろうと思ってるんですけど、その後でちょっと別のゲームの実況を準備してるんで、それは言っていいそうなんですけど、言っていいんですよね、タイトルを。予告動画がある。予告動画が、今流せるんですか？なんかすごいそれで告知をここへ吸収したっていうんですか？すごいです。僕今確認してるの。なので、イメージファイトの実況の次に、グランゼラ TV で、進めるゲーム実況の予告。すごいです。ゲーム実況の予告があるそうなんでご覧ください。これね、2005年の夏頃出したと思うんですね。はい、19年でしょ。で、僕出た直後は、家でもやってみた。家のテレビでやるとね、結構やっぱり会社でやるのと違うんで、出たら一応家でやるんですけど、それ以来だからもう19年ぶり。実況動画として楽しむなら他の、方がもしこれやってくださってるならその方がいいかも。僕なんていうのかな、開発の時の苦労話とか、自慢話とかばっかりして、あんま話進まないかもって
では実際に私が攻撃して、すごいですね。では実際に私が攻撃してみるぞ。しっかりガードするんだ。じゃあガードしましょうわ、う。うわ教えてやるとか言ってる。うわうわ、打ちすぎや。うわ打ちすぎや。すごいな、薬草取ってるよ。薬草取ってますね。すごいな。ミサイルが。こういうやっぱ2人で一緒にね、こういう旅でしょ。こういう旅がしたい。2人乗ってるといい感じですね。そうですね。キラーエレファント団。キラーエレファント団か。もし通りたいんだったらやたらお金にこだわるゲームやんな。それとも彼女を置いて逃げ出すか。こんなゲスなやついいな。どれっすかね。ビーチバレーしてたのかな。楽しかったな。なんか新参者感があるぜ、俺たち。出発しようか。バニラビーンズ。そうですね。僕のビークルも君のビークルも2人乗りだから2人ずつ分かれて乗ることにしよなんかこのコミュニティに馴染める感じがないな。あ、ここが作りたかったんや。これがいい。なんかいいなと思っここて。がネフロの町だよ。この夕方の街並み。さあ、お母さんのところへ行きましょう。ネフロベーカリーっていうパン屋さんのところでおろしてね。みんな、今日は私たちの演奏をすごい人気の。それでは聴いてください。有名人なんです。はい、急に戻ってきたんでびっくりしました。ちょっとまあご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんで、ポンコツロマン大活劇バンピートロットっていう、2005年に ILM ソフトウェアエンジニアリングから出た、ロボットで旅をするアクションアドベンチャーゲームです。はい。で、制作にちょっと関わってたんで、今回、その時の開発の話をしながら、プレイしようってやってるんですけど、実際あれなんですよね、もう普通にプレイしてるんですよね。案外覚えてなかったりするんで、ですね。っていうのをかなりダラダラっと突っ込み入れながら自分で作ってるのに、はい、やってますので、はい。興味ある方はぜひグランゼラ TV で配信しますんで見てください。そうですね。PS2 ですね、当時ね。PS2 のゲームですよ。あれね、なんていうのかな。ロボットのゲームなんだけど、なんか旅するゲームにしたくて、で、なんか仲間、そこで土地勘のない主人公が仲間に入れてもらう中で、そのバンドをしてる人たちの中に入っていくことにしようって言って、じゃあ歌いるなみたいな話になったんですけど、スタッフがみんなね、歌なら英語がいいですねって言うけど、そんなんどうやって調達するのって言って、で、いつもはお世話になってる USP っていうの社長さんに連絡してね、その英語で歌ってくださる方をね、紹介していただきましたね。当時17歳の、シンガーさんですけどね。もうみんな大人がね、その歌のレコーディングでね、いや、もう一回やり直せって、もう痛いけな17歳のシンガーさんに言ってね、もうむっちゃ怒ってましたね。これ言っていいんかな。もうあれ中身大変でしたよ、歌作るの。はい。ですね。はい。じゃあ、ちょっとこれ、ぜひご覧いただいて。で、ちょっと質問コーナーに戻りますね。
次のが最後。そうなんですか。すいませんね。ちょっとたくさん取り上げれなくて申し訳ないですけど、次が最後の質問だそうです。はい。要望。R タイプタクティクス12コスモス。R 戦闘機に機体列電があるように、バイドにもバイド列電が欲しいです。これでも準備してましたね。まだ出してないんだったかな。ノートの方にも準備してるし、そうですね。バイド側の説明入れてほしいっていうご意見いただいてたんですけど、ノートの方のグランゼーラのマガジンの方で展開していくべく準備してますね。制作中の資料とかもつけてっていうので、準備中ですね。はい。機体列伝もね、ちょっと上げれてないんですけど、今月私の当番なんで、近日中に上げます。はい。よろしくお願いします。あと、タクティクスのポリゴン表示の時にズーム機能も欲しいです。ユニット詳細画面でね、3D モデルを回せたりするんで、それは、そうですね、ズームできるようにしますね。唐揚げ弁当食さん。再びすみません。ありがとうございます。ワイド列伝支援ありがとうございます。細部までじっくり見たい。全体像見たいので、はい。はい。これは、そうですね。大きく表示できるようにしますね。はい。ということですいませんね。ちょっと取り上げれる。私もちょっとね、病み上がりっていうか、調子があんまり良くなかったりするので、ちょっといつもより早いかもしれないですけど、こんな感じでですね。告知はないんですよね。もう紛れ込ましちゃったんですよ。はい。じゃあ、ちょっといつもより早いですけど、このお別れの雰囲気、ちょっと赤涼感がありますけど。さっきのバンピー撮る時の夕方好きって確かに言われたら、僕夕方好きなんだと思って。夕方、そうですね、タクティクスの最後もなんか夕暮れのシーンとか、ファイナルの時もそうですね、海鳥たちの時は朝か昼だけど、帰ってきたら夕暮れですもんね。なんか夕方のね、物悲しい感じがね、好きですね。はい。では、次回の予告、3月29日、21時からやります。で、次回は、ファイナル2、R タイプファイナル2イボルブドの更新の内容をお伝えできると思います。で、タクティクスについても、もう少し踏み込んだ情報ですけどね、タクティクスはね、4月に大きな情報を出せると思いますので、すいませんね。ちょっともったいつけてるわけじゃないんですけど、そんな感じで出していきますので、皆さんよろしくお願いします。はい。では、皆さんもね、急に一時ね、すんごい暖かい時があって、また寒くなったりしてますので、体調にはすごく気をつけていただければと思います。私もちょっとね、調子崩してしまってたんですけど、今だいぶ戻ってきて、これいつもそうなんですよ。読み方がわからなくて困ってるんですけど、HN 中村さんじゃないですか。はい、お忙しいけどバイドカレーも待ってます。はい、ありがとうございます。なので皆さんも体調崩さないように気をつけてください。では、今日はシンガーソングライターの、もうね、卒業式の季節なんで、いろいろ進路で迷っている方もいらっしゃるかもしれませんけど、シンガーソングライター飯田舞さんが歌う花を聴きながらお別れです。では、おやすみなさい。今僕の行く先はいくつかに分かれ、決めることできずに佇んでる。
今君はやるべきことを見つけてとてもとても輝いてるなんとなく避けていた自分と向き合うことこのままじゃいけないんだ変えてゆこう空を見上げて風を感じる小さな目を枯れないように水をあげて大切に育てようそして花開く時にはきっと一輪になっても綺麗に輝く花になるよ本当はきっと決まってる心の中だけど迷う気持ちはなんだろうこれから背負ってく荷物の重さに少しめげそうになってるよわかってる頭の中では現実とか大きな壁乗り越えなきゃ強くなろう空を見上げて風を感じる自分自身見失わぬように流れの速い時代の中できっと花が開くことがすごく難しいからね強く輝く花になるよ空を見上げて風を